新潟県に入りました。おお、急に来ましたぞ。ちゃんと国道してますね。これ崖に沿って道ができてるからこんな。よし、これもキャーうめえ。よいしょ。国道アタックスタートです。はい、いい感じに攻めえぞ。この辺り洗い越しってやつか、これが。おお、水が少ねえ。また洗い越しですな。そしてここもまた洗い越しだ。ジャバジャバですよこれ。おお、滝な。また洗い越しですね。わけねえよね。おお、すげえ洗い越しですね。洗い越しの数ですね。まだ川になってるね。あ、おお、土砂崩れがあるわねこれ。さてがもう水。うわ、新潟っておお、ちょっといきなり洗い越しで福島県に入りました。ああいうところに道があるんですよ。このまま43キロ進みます。ダメかな、スーパー。どこも何も売ってないや。せっかくこっちまで来たからなんか面白いもの買いたかったんですけどね。これか。全然混んでねえな。よいしょ。なんかすげえ名前のスーパーだな、お前。高いのかな、もしかして。目的地は左側です。さあ、いいもの買いましたんで、南東に進みます。さあ、ガソリンスタンドですよ。あとは一歩出て左方向です。続いて道なり。頼むぜ、ガソスタやっててくれ。およそ200メートル先、本町2号左方向です。なんかでけえ大きなエネオスはあれ、そう？およそ400メートル。エネオスが全然ないので、ちょうどコスモがあるんで、コスモでガソリン入れてきますかね。ちょうどセルフだ。いくらだ、レギュラー。160円？ちょっと長野県と全然違えんだけど、ちょっと勘弁してほしいわ。さてさて入れてきますかね。よいしょよいしょ。OK。 じゃあ行こうか。1時間かかる。北東に進みます。魚沼へ向かうんか、これは。
が奥只見ダムだよね。こっちが県道かな、あ、じゃなくて国道だな。国道、やっぱり防火水槽の甲板とすげえ高い位置だな。まあ雪が2メーターぐらい積もるからしょうがねえのか。雪崩注意になってるな、ここは。落石じゃなくて、おお、急に来ましたぞ。国道、おっとっとっと、うわ、真っ暗。やっぱ電波ねえじゃん。涙とすんげえうねってる道が。やべえな、これは楽しみだ。比較的舗装綺麗ですな。やっぱ整備されてるのかな、この国道は。まあ二軒やキャンプ場へ行く道に比べれば全然大丈夫だな。あの道を経験しちゃえばね、どんな道が来たって大丈夫です。狭いとこ来たね。おお、狭い、十分狭いよこれ。こういうところは狭いね。ああ、ちゃんと国道してますねこれ。酷な国道やってますよこれ。お、狭っ。急に狭くなったりするのね。先が細いね。崖に沿って道ができてるからこんなうねってんのか。コーナーの数がやばい。横が崖で結構急だから野生動物が歩いてるってことはないのかな。こういうとこで事故ったらどうするんだ。助け呼べないじゃん。ひたすらに国道区間が長いっすわ。しかも向こう側のが長いんだよね確か。あともうちょっとで着くわ。ようやくです。まず新潟来るまでが長かったな。そこからのこの道だもんね。よし、いい感じですよこれ。車いっぱいかもしれないなこれ。確か人気だよねあそこ。開いてるぞ。どこ止めようかな。そしたらそっちの上でもいいな。目的地は右側です。ここは入っていけるのかな。ちょっと行ってみるか。誰かいるだろう。セメンス1台いるぐらいかこれ。だったらあっちの方がよくね。外気温は22度だね。なんとかねこの時間で着きました。現在の車内温度は 24.6 度、湿度 58% で快適マークが出てますね。ご飯2つをレンチンしようと思います。よい、とりあえず温めてと。よいしょっと。熱いよ。からのもう一個もまた続けて。
さい。さてと、よいしょっと。中国産ビンチョウマグロ1柵、愛媛県産刺身用ブリ柵。白米が漏れたので切れましたね。よし、これもと、はい、切れましたね。いいですよね。で、今回はこれだけじゃありません。ちょっとね、面白いものを見つけました。柚子香るエビキムチってやつと、つぶ貝風チャンジャ、この2つもねトッピングして、ほほー、豪華じゃないですか。いただきます。おー、軽くねさっとかけ、まず刺身だけでね単体でいってみるか。これはうまいぞ。プリうま。で次は安いマグロ。悪くないね。でこれが柚子香るエビキムチうめ。でつぶ貝のチャンジャ、これこれ、これでブリとご飯の相性最高。エビとブリと一緒に、うまい。ブリとエビ合うわ。エビとマグロを一緒に、お、いいぞいいぞ。チャンジャとブリで、これはそれぞれ作った方がうまいな。今日はコロナビールで、じゃあね、乾杯。あー、うめえ。冷えてる。うめえ、たまんね。フルーティーだなやっぱりこれ。うめえ。今回ね、この初めて行ったリオンドールさんっていうねスーパーで、長野じゃあんまり見ないつぶ貝のチャンジャ風って
柚子香るエビキムチ、これ美味しかったですね。いやこれ長野県でも売らねえかな。さてちょっとねビールだけだとパンチが最近足りないのでね、ここはジョニー・オーカーレッドラベル、このスパイシーなねウイスキーで今日も今宵もさてそれじゃ乾杯。うまいねやっぱり。いいよ、匂いもいいしね、スパイシーでこれうまいよ。おお、つまみがもうなくなっちゃったんでね、スーパーに売ってたこのスモークチーズとピスタチオでそれじゃピスタチオからいただきますかね。でスモークチーズも合わせると、スモーキーでスモーキーか。やっぱりこのスモークチーズ食った後にこれのウイスキーの甘く感じるんだよね。まあ今日は一杯にしとこうかな。あんまり飲むとまたヘベレケになるんでね。じゃあね、ごちそうさまでした。さっき今何時だ。いやもう2時じゃん。寝ますかね。それじゃあおやすみなさいかな。よいしょ。朝ごはんももりもり食べますか。またスイカもよし。でトレーのままやれるジャンボ餃子だ。穴を開けろ。こんなもんでいいですかね。よいしょ。
おお、マジか暑すぎて。最後にもずくスープをチンすればいいのかな。これレンジ専用。3分。なんか3分やりすぎな気がするんだけど、俺これぐらいにしとこうよ。うわ、すげえ、もうグツグツいってるもん。ほらすんげえなおい。外見ながらご飯食べようと思ったんですけどね、ちょっと雨が強くなってきたんで、いただきます。さてさて、じゃあまずはこれか。シューマイから。これは安定でしょう。完全に中華ですな。ごちそうさまでした。美味しかったです。この空模様で73ワット発電してるし、すげえ。80ワットになった。太陽出てきた。じゃあスタートしますかね。出発ですよ。国道アタックスタートです。さあどんな道なんでしょうかね。国道で有名ですからね。降りていくまでにすげえ時間かかるけど大丈夫？これ2時間かかることになってるけど。いや、はい。尾瀬まで54キロ、まあ1時間ぐらいか。
旦なんか普通の道に。さて、横はダム湖だな。ダム湖の際を行くやつかこれ。おうしょ。わあすげえ狭っ。いい感じに攻めえぞこの辺りも。わあ沢の水洗い越しってやつかこれが。流れは強くなかったけどね。ほらでもこの洗い越し今日はだいぶ水が少ねえな。よいしょ。しかしなんていうとこに道作ったんだこりゃ。洗い越しだけど大して水は出てない。また洗い越しですな。湧き水が流れてんのか。それで沢の水が溢れてんじゃなくてあそこ自体がいい湧き水になっててあるか。他にここは結構流れがある。それなりの流れですよあれは。でここもですよ。すごい洗い越しばっかですな。何箇所洗い越しがあるんですかこれマジ国道だ本当に。酷な国道です。しかも距離が長い。また洗い越しだ。ドウンってなった。ドウンってで再び洗い越しですな。結構水出てる。ジャバジャバですよこれ。滝になってるわ。また洗い越しですね。これはあんまり流れてる結構。筋が細いだけでなわけねえよね。すげえ。いやここもじゃんな。なんか電波もねえしすごいとこだよこれ。秘境と言っていいよこれ。何ここすげえ。土砂ってか石が落ちてるし木も落ちてすげえこれ水の量がやばくねこれ。洗い越しですね。洗い越しばっかですわ。洗い越しの数すごくね多くないっすか。そんなにいらないっすけど。ここは何やってる場所ですかい。登山道。ここは何立ち入り禁止。バイクが来たわ。ほら出た。まだ川になってるね。よし久しぶりの対向車ですな。もう長くねこの国道距離がありすぎっすわ。確かにざっくり2時間半ぐらい走らなきゃいけない国道ですよこれ。やりよりますな。かといってそんなスピード上げられないしねここじゃ。流れてるけどここは流れてないなそんなには。ああいうところに道があるんですよ。もうまさに国道ですよね。酷な。さて引き続き行きますか。もちろんここの道もねああいう場所のところのねこの崖の中腹にあるんで、幸いなことにね土砂崩れがあったり大きな落石があったり倒木があるわけじゃないんで走るのは大丈夫そうですけど、何しろすごい場所ですよこれ。あとは長すぎてもうちょっとお腹いっぱいです。唐突な洗い越しもある。崩れてるのか。土砂崩れがあるわねこれ。そして洗
かした跡があるね、同社を。しかも最近だとあれや、すげえ段差っていうかもう水流れてるのがマストになってるよ。俺必ずこのくびれのカーブのくびれのとこには洗い越しが存在するみたいな道になってるけど、ああ走行中、おおなんかすげえ、うわ結構普通に川じゃねえかよ、あんなの。もうあ、オッケー、行っていいみたいだね。すげえなこれ、なんだこれ、すげえな。さてこの辺はまだ新潟ってこうちょっといきなりまた洗い越しだもんな。てか洗い越しのオンパレードだけど大丈夫か、これすげえぞ。洗い越しの洗い越しじゃねえのこれは。洗い越しで、うわすげえ土砂災害があったんだ。すげえな。すごいいろんなとこから水が湧いてるわね。なんかずっとなんかここもすんげえ土砂が崩れた跡があるわ。砂防ダムのおかげかなあれ。キノコ売ってる。はあすごいや。すんげえとこに家あるね。ここで住むのてか電波がないけどここで住むのは厳しいなこれ。しばらくなんか平坦な感じかな。この平坦な感じって福島県っぽいんだけど、確かこの先まだもうちょっと国道の部分があったような気がするんだよな。こういう場所があるのかね。すげえずっとまっすぐの道よ。来たー。さあ福島県に入りましたー。すげえなこれ。これで現役の国道だもんな。すげえなこれ。まだ電波ないもんね。それでいろいろと荒れてる。荒れています。急に狭い。なんだこれ。じゃあ出すなかなか。おお何今の。うわ木も折ってる。木の枝、うわ木の枝ばっかり折ってる。やめてくれ。攻めなおおなんでこんなとこにみんなまとめて何してんの。ここからどっか行けるんですか。大勢に行ってんのかなみんな。ほら当社ゴレールねえけど下崖だけど、はっはー。ねえと無理なパティンですよ。看板傾いてたけど今のあんなに傾くと土砂崩れが起きてるね。ブルーシート
十分酷な国道を味わうことができましたから、帰るとしますか。お、すげえ、ポシェットから水が超出てる。急に晴れてSo loud